チェンバーボーン。アップデート6。過去一めんどくさい建設となった大きな風車を設置し動力を手に入れた我らがビーバー。そしてその後最長一歩手前の干ばつ29日が襲来。我らの貯水は万全。気にせず開発を進めるぞー。水面が広いということはそれだけ自然蒸発する。考えしたけどこの辺ちょっと埋めましょ。そんなところに水流計設置して何調べてんだ？陰や水路作ったけど端っこが綺麗に緑化されてなくてね。うろ覚えで7マス緑になるかと思いきやならなくて推進。と悩んでおります。でも手前の方はちゃんと緑になってんぞ。観察してみた感じ小や水路の幅も影響してるね。一マス幅の水路は高架狭いっぽいな。てなわけで水路にマス幅に拡張。夜中にやるなよミニキーだろ。学習しないビーバーの梅。ゴリゴリほい。ビーバー語で話すな。丸太の在庫が枯渇寸前。鳥間ここらも植林しちゃいましょ。はっぴゃー。水路幅が2マスになることで緑地化される範囲がどれくらい増えるかな？見た目倍くらい範囲広がってるように見えるね。これなら水路もっと内側でよかったぜ。2マス水路でだいたい10マスくらい緑地化できるのか。これは今後も覚えといた方が良さそうだね。緑地化に使う水路の水も蒸発する。むやみにいらん水路作らないのが賢いビーバー。というわけで20マスくらいのところに追加で2マス水路を掘りましょ。今川と繋げると貯水の水が流れて減るから、繋げるのは干ばつ明けにしような。あいよ。このやっつけ仕事感あふれるシャフトを避けるためだけの階段が気に入らぬ。好きなように直せ。こんな感じになりそうろー。無駄な登り降りがなくなってこれにはビーバーもにっこり。そろそろちゃんとした公用区を作りたいけど、建設予定地は今小さい風車が使ってるしどうしたもんか。大きな風車をさらに増設して小さいの撤去するか？大きな風車、今は奴の姿を見たくないんだよ。前回の地獄の風車建設がトラウマになってる霊虫であった。研究ポイントが溜まったので地球再生機を、アンローク、ワンダーとかいうエンドコンテンツ。うわでか。資材的にはすぐにでも建設取り掛かれるけど、こいつは最終回のとっておきだから建設は保留だな。これも映える建設予定地を選定しないとだね。で町の開発に戻りまして、この部分も水路幅2マスにして緑地化しましょ。カッサカサ部分がもったいないぜ。やっはー、若木を叩き潰せー。この程度の雑魚には前歯は使わない誇り高きビーバー。あっという間に作業完了。はっはー。からのー。いのー、ちの水。緑地化された地には多くが追加で植林されました。丸太の供給を安定させよ。工場の現状は数の少なかった歯車が在庫1500まで増え、板も1700あったりするので、生産量減らせば丸太も多分楽勝。原料のスクラップが足りない精錬所潰して、爆薬でも作らせときましょ。原料の汚水はいくらでも手に入るもんな。もっといっぱい保管できるように地下倉庫に建て替えるぞー。運搬ビーバー無双。はい、ここ平坦化するからトリプルダイナマイトよろしくー。うじゃうじゃ建設ビーバー。からのー。はっはー。あー、私のセリフ取らないでよ。たまにくらいいいだろ。シェー。で削ったところに階段設置して、その下に地下倉庫3つ建設しました。地味にふくらはぎパンパンになりそうな立地。ちょびっとだけガマの生産量を増やしました。その煽りを受けて初期の干ばつでピンチの時に使われそのまま放置してたポンプがこっそり撤去された。次何をするか迷いビーバーの幸福度をチェック。現在の幸福度は34でそこそこ高いぜ。栄養のパンガマクラッカーメープルペストリーなんかはすぐにでも取り掛かれる感じかな？今は紙の在庫がないから本は後回しにした方が良さそうだ。あいよ。はい、この金属ブロック下の倉庫に運んでください。運搬ビーバー無双2。もはやうじゃうじゃしすぎて何がなんだか。当倍速でもこの長蛇の列。あっという間に引っ越し完了。でさっき緑地化したところも植林。森番の隣にタッパーの小屋も建てるのな。今加工された板に使う松屋にはギリ足りてるけど、生産量を増やしてくとなると心もとないからここらで増産。メープルもロボの触媒作るのすらやや不足気味だし、追加でメープルペストリー作るなら増産しないとね。さいですか。こんな感じになりそうろー。使用用途に困ったらまずは植林、手抜き開発の基本だぜ。手抜き言うな。小さい風車を少し壊して土砂採掘機をもう一機設置。前回調子こいて滝なんぞ作ろうとして土砂の在庫すっからかんになってたしな。なお滝作りは基礎部分工事だけして止まっております。おい。
ビーバーの幸福度アップのためパンとガマクラッカーの生産準備を始めるぞー。まずは小麦粉とパンを保管するための大きな倉庫建設だ。階段が邪魔で3つ並べて建てれず、こっそり屋上テラスを追加してるのが匠のこだわり。てか倉庫でかすぎで景観も何もあったもんじゃない。そのうちがっつりビーバーの居住区を作り直したいね。まあ建てるのに適した土地ができたらだな。でその手前にはガマ粉とガマクラッカーの倉庫。見た目なんて気にしねえ2階建ての横面建設。圧迫感がすごい。板の在庫も増え製材所も停止中。ここ動力あって建て替えやすいし製粉所にしましょ。さらば雑に建てられた製材所。製粉所は小麦とガマで2種類粉にするので、トリマ2件を並べて2種類同時に製粉。まあ食料は倉庫に入りきらないレベルであるから、ほっときゃそのうち粉もいっぱいになるかな。てか板も置き場があればもっと生産できるし、これも地下倉庫に更新しましょ。1000や2000あっても巨大プロジェクト始めると意外とすぐなくなるよな。パン屋、ずらー。これでパンガマクラッカーメープルペストリーの3種が同時に作れるぜ。メープルペストリーはメープルと小麦粉の在庫が溜まるまでは一旦お預けかな？在庫が溜まるまでは同時に作っても原料がすぐ足りなくなりそう。あ、メープルペストリーの倉庫忘れてた。倉庫の渡り廊下はこんな感じになっております。おっとここはなくても平気か。意外と細かい。さて非常に気が重いけどこっち側も大きな風車を建設しますか。風車もう見たくないとか言ってたのにやる気になったか。もともと左右対称で作る計画だったし、なんか動力も予想以上に少ないしやらざるを得ない。動力足りないのはお前のシャフトミスだけどな。そうなの？なんで私はこんなめんどくさいことを。そのくだり前回やったから全部カットな。そんな建設場所に届かない、階段を作れー。一度大量生産したのに慣れない残念設計。中央部分には見せる感じでシャフトのアーチを作りました。お前、暇そうやなー。風車の建設は複雑で少人数でしか作業できない工事だから暇な奴が出ちまってるな。そして私考えました。ならば大規模公共事業をしようと。また思いつきで変なこと始めた。いや滝の工事してる時に思ったんだけど、どうやって滝に流す水を用意するのだと。そこは考えてから工事始めろよ。いや考えてましたとも、水源を密閉して水道管にして水圧で上まで運ぼうと。じゃその水道管工事とやらをするのか？当初の予定ではこの短い距離を作る予定だったんだけど、どうせなら超長い汎用的に使える水道管にしたいなと。超長い？まあ見てもらうのが早いかな。これ。なんか山を迂回するように作ろうとしてるのが見える。まずは滝につなげるのは後回しで地面に水路を作って、後から蓋をして水道管にするつもり。でこの辺まで延長して最後は水圧で一番上まで上げて噴水にしようかと。よくわからんが大事業になりそうだな。それではビーバー大水道管、工事開始じゃー。こうして大規模公共事業が行われることとなった。ここは悪潮の時に汚水の排水が流れるところだから、下に隙間を空けてクロスするようにと。突出部を使いしっかり分水。直線の水道管では動画映えしない。ここは頑張って曲線の水道管に。大して見栄えするわけでもないのに頑張って慣れない作業をするレイムさんの図。トリマこんな感じ。水道管と言いつつ密閉されてねえからこれじゃただの溝じゃねえか。工事が進んだらちゃんと密閉するよ。今回の水道管工事のためラオジン水弁を改造。ここの工事でお亡くなりになったラオジンを見てるか、お前の作った異物が今から密閉式にパワーアップを遂げるぞ。仕組みとしては1階層で今まで通り貯水と汚水の分水、1階層の清水弁が閉じると2階層の水道管に流れる仕組み。今まで捨ててた綺麗な水が水道管に流れる感じだな。この工事は風車工事と同時進行、メインは風車なのでこちらの優先度を適当に低いに設定。風車はちまちま作業指示だけど、こっちはがっつり指示出して放置のスタイル。だってこっち一気に指示出したらビーバー確実にはまる。地形の改善もあるからまとめて指示すらできぬ。今更気づく前回作った風車のシャフトのミス。動力半分接続されてなかった悲しみ。そして干ばつ29日が残り 1.6 日となり、風車工事は大詰めを迎えております。長い干ばつとともに長かった風車工事も終わりそうだ。干ばつ明けとともに風車の完成を祝うぞ。みんなラストスパートだ普通に間に合いませんでした。ダメじゃねえか。ぐぬぬ、変なところ埋め忘れてた。ほんと最後まで作りにくい設計だぜ。いのーちのみず
29日の干ばつを無事生存。まだメインダムに貯水残ってるけど、気づかぬうちにかなり追い詰められてたね。自動で楽勝とは言えない感じの結果でした。ラオジン水弁バージョン 3.1。水源の密閉は完成してるみたい。他の部分の作業の進捗を確認して水道管も完成を目指しましょ。風車完成したらこっちに全力だ。そして完成したのにそっぽ向く大きな風車群。ほんと面倒な工事だったのに映えねえやつだな。風力弱くて3分の1くらいしか馬力出てないけど、新しく作った風車で合計2500を計測。風車群片側最大7200だから、2倍になって14400馬力にパワーアップだぜ。では真ん中にシャフトをホイット。これで動力の接続も完成だぜ。では干ばつ29日も自動注水だけで乗り切り大きな風車群も完成したので今回はここまで。ではビバミちゃんの新曲とともに今回の出来事を振り返りつつお別れです。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。朝明けの川で木を運びながら一つずつ夢を積み上げてく。不器用だけども諦めないよ。明日を信じて頑張れるの。季節は流れて時は過ぎても仲間と築いた絆がある。自然が教えた生きる強さを胸に秘めたまま進むからな。この川の流れは私の全て。例えば涙を流しても大切な想い守り続けて明日へつなぐ命の水。街のざわめきに包まれても川の静けさが心を癒す。失ったものも手に入れたものもこの場所でまた思い出せるから。暗闇の中で星が輝く。それでも前を向いて進もう。川の流れにも季節があるよ。心の中に春が来るからこの川の流れは私の全て。例えば涙を流しても大切な想い守り続けて明日へつ